暴走族とギャルが混在しとった時代やんな。雨どい水で爆発してて、でグツグツなって下が水たまりできんねんな。ネズミがいて、骨1体、ミイラ2体。1970年って書いて本当に雨の日、ポトン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 がすごいんで、こっから声がすんの。る。なんて言ってんの。ずーっと友達でいようね。友達でいようね。わさびでございます。ルンルンお願いします。ケンです。お願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、家の買って4ヶ月後をご報告したいと思います。片付いてきましたね。4ヶ月って長いと思うじゃん。一瞬だったよね。全然片付け合わなくて、前の動画買いたてのもう本当に鍵をもらってすぐガチャって開けて撮影したぐらいの動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、なかなかのゴミ屋敷で、ゴミごと家買ったじゃないですか、私たちは家を DIY で作るっていうところまで行きたいんだけど、そこまで行っていません。なかなか片付けに時間がかかるという現実でですね。そうだね。皆さんね。で片付け以前にさ、住まなきゃいけないじゃん、この家に。仕事もしなあかんし。そうで、その環境を整える上で激安でゴミごと家を買ってみたものの、設備の部分とか虫系とか、このままじゃ暮らせねえみたいな、なかなか最悪だったことあるじゃないですか。今日はそれを4ヶ月後のルームツアーとして家をぐるっと回りながら、こんなとこやばかったよとか、こんなとこめっちゃ買ってよかったと思ってるよみたいな話をしたいなと思ってます。そうですね、リアルをお伝えできればと思います。じゃあ早速いきますか。はい、行きましょう。はい、でここ片付いたよね、だいぶ。だいぶこれで片付きま片した。付いて、椅子とか机とかは買ったから、買ったもの、売りに行くもの、使えそうなものが今残ってる状態で、だいぶ大変でした。ここもここ一生懸命あなた一人で片付けましたよね。一人でやりまして、本当何が嫌って影の方から見たことないでかいムカデとか出てくるんですよね。生きてるやつ？生きてるやつ。ちょっとジメッとしてたのかな、あの辺とか。なるほどね。あとなんかこの家食べ物のゴミをそのまま捨てる癖があって。そうなんですね。そうだからお菓子の袋とか、ポップコーンの食べかけとか出てきました。それは虫が喜ぶやつやんな。そうや。餌を与えてるようなもんやから。そう。綺麗にしたら虫も寄りつかなくなるでしょう。そうそう、だから最近は見てないんだけど、当初はやばかった。苦労しました。このサビとかもなんかディズニーランドみたいでかっこいいよね。っていう風に思ってて。USJ にこういうスタジアムみたいなのあるじゃん。とこ2つ一気に言うねん。気に入ってんのよ、だから。また時間なくなるわ。あ、そうだ。庭もね。庭やばかったじゃん。最初さ、荒地の菊、荒地の菊やばかったじゃん。荒地の菊を全部ケンジが刈りまして、刈るのも生えてくんだよね。で今やっと冬に差し掛かってるから、ちょっとこう元気な朝毛になってきてるけどね、ある植物をちょっと植えて楽しみなんですよね。そうなんですよ。そう、こいつらに打ち勝つ植物を植えてみたけども、ちょっとどうなるかわかりませんが、あとみかんもちょっとなってきてね、あれは嬉しかったですよね。そう、みかんの木がなぜあそこの場所なのかという、めっちゃ食べてますよね。ちょっと邪魔な場所に2個むっちゃ食べてます。であっちには柿の木があるんですよね。柿が無限に。柿だけじゃないよ。あ、そうだ、最近気づいたんだけど、柚子もなる。鳥さんがついばみに来たりとか、すごく幸せな時間を過ごしてるよね。この給湯器がね、なかなかね、くせ者だったんだよね。4、5箇所穴開いてたから、最初の10日間ぐらいお風呂行ってたよね。いや、そうなの。これから中入るんですけど、すいません、ずっと外で。この家が多分15年ぐらい前にオール電化に変えたのよ。古い家なんだけど。でオール電化って初めてじゃないですか、物件買うの。直すのにそれは苦戦して調べたりとかして、でまずこの業者さんにちょっと壊れてるからどうしたらいいですかって、直しに来てくださいって修理をお願いしたんだけど、古すぎて直せる期間じゃないですと。15年以上経ってるから、一応15年は修理できんねんって、パナソニックさん。でも超えちゃってたんだよね。1年ぐらい超えてんのかな。そうだから、ちょっとうちではできないですってなっちゃって、業者さんが。でケンちゃんが、YouTube で調べたりとかして、いやもうほとんど手探りでね、でも普通に入れるようになったんで、だから動くようになったんですよ。動かなかったのに。そういうのがね、まずここ良かった。悪かったし良かったし。そう。我々のもう生活のもうマジで生きてるから、ここで。でもね、綺麗になりましたよ。当時ここにめっちゃでかい冷蔵庫があったでしょ。それが一番ダメでしたね。メンタル的にな。中に虫がびっちり。開けると、虫の死骸が。匂いもすごくて、あれはやっぱこういう残地物の物件は多分冷蔵庫も食品とかそのままやから、それが一番心折れそうになるような最初。そうだよね。でもブレーカーは落ちてるから、どんどん中のもの腐っていってて、本当に小鉢のおかずとかが普通
通に入ってたそのままね状態だったんそれあかんでわっていう。虫が大量にたかってて、うんまだ捨てれてないんですけど、んそうで冷蔵庫って捨てるのも大変なんだよね、うんだからまだ心折れきってないっていうかまだ折れそういやいやで変えたんですけど新しく、うんうんここがオール電化ではあっただから IH だったんだけど、IH の電源がつかなかったそうねこいつが壊れてたのねいや多分洗っててショートしてしまったんやと思うねや。いや犯人もうコテコテやったからどっちみちもう無理やったんや、うん油ほこりのミルフィーユみたいな感じになっとったから、どうしようもなかったんな、うんで外して洗ってんけどやっぱりもう無理で、だから新しく買い替えたわけですよねめっちゃいいよな IH、うんでこれ大変やったんがやっぱその換気扇排気口が右にあんねんけどあここねそうそうそのサイズとか高さとかもうそれしかなくていろんな、まあ、勉強してんけど、まあ、いろんな形があんねんけどハマるものをもう選ぶしかないそれが一番多分簡単やろうなと思って、まあでも悪くないよねそう Amazon で一番安くてパナソニックの2万ぐらいのやつかな。まあその作りに合ったものを買わなくちゃいけないから選択肢がすごい狭まるよといやいやいうことだよね排気とかを穴掘ったりしたりそんなんやな生きることが明はい日食事がしたいわけだから、キッチンもピカピカにしてそのまま使ってますから、そうそうこれもコテコテだったんだけど、開けたらこれ中めっちゃ綺麗にしたそこはもう食材とか入れんと掃除のものとかね、そう虫来たら嫌だからそうアルコールとか入れたりとかしてて庭作業のものとか入れたりしててもうここに食器入れるのはやめましたで上はレンガはんねんなレンガそう上の釣り戸レンガ棚を外しても捨てましたでここは可愛く変わる感じになりますこの辺とかもうほんと物しかなかったんだけどもう全部捨てて、風あとエアコンはちょっと掃除したら使えたんでちょっとこう蓋とか閉まらんくなってるけど、まあブルンってなってるけどでも暖房とエアコンは効くからとりあえず使ってます。まあエアコンも自分らで電気工事士持ってるし工具も全部揃えたんでエアコンも自分らでつけれるんですよ。そうだねだからもう夏はそういう仕事しようかなって。マジでやめないでまあこういう大型の家具とかはもともと持ってたものを持ってきただけです持ってきて、はいこの棚もめっちゃええ感じになってるよね。そうだねこの棚も本当にきれいにして使われてない食器がうわーって入ってたんだけど全部捨てましたピカピカにしてピカピカにしましたはいでトイレもほらうんこついて出してたじゃんそれも綺麗にしたんだよねめっちゃピカピカ。でいい感じ浄化槽用のサンポール、うんそうあれがさよかったよ。サンポール普通にやったら浄化槽の菌も死んじゃうねんって。そうか白いタイプのね緑じゃなくてそうそうそうあれをうちは使ってて、はいそれの匂いがすごい換気扇変えたりもしました。そうだねはいでここには洗濯機置かないんだけど、うんとりあえずで生きるために置いてる、はい水道がここにしかないから、そこ入り口のとこバリバリに剥がれてるよな。これさシロアリかもって話カモなんですよっていうねちょっとだから壁剥がしてみたりしシてロアリなのかただの湿気なのかわかんないですけうんどでお風呂がさっき一番冒頭に話してたんだけど、お湯がとにかく出なかったんですよ最初、水は出るけどお湯が出なかったのねそうそうそうそれでもう何日も銭湯に通って、とにかくこの辺温泉施設がいっぱいあるんだよねそうやねんな。だからすごい幸せだったんです30分圏内に5つぐらいあったから楽しかった、うん全部そう今日はあそこ行こうみたいなリサーチもできたし、そう結構綺麗なところいっぱいあって、でこことかカビとかホコリだけやってんけど、まあそれはもうキッチンハイターで薄めて、シューって吹きつけて、もう明治の間ピカピカになってめっちゃ気持ちいいお風呂になりました、まあ、使えるもんは使っていこうっていうね。そうで給湯システムを直したので、お湯が出たよね感動だったねほっとけ結構強いよイエーイ追いだけもできるし、その配管系もさ残地物に残ってたよな、パナソニックの掃除する粉みたいな、そうそれもやったし、シャワーもねかっこいい色にしましたよね。うちはさ、ナチュラルに夫婦で役割分担がさってだって、ケンちゃんは掃除とリペア、私は物を分別したり、捨てたりみたいな、っていうだから私が見つけてきたものあったぞっつって、ケンちゃんがなんかそれを使って直したりとか、みたいなチームプレーをしました、これも使えるねんな。そう暖房と冷房が使えるものだらけで、だから寒い暑いは全然大丈夫だった、でここも雨持ってんのか。そうだよそれ言わなきゃ、ちょっと外からまた見たら入り組んでんねんな、上の方が。そうここちょっと雨漏りしてでもまだポタポタしてるとこ見たことないから、なんかよくあるさ台風の時とかそう変な方向から吹きつけた雨が、たまに入るぐらいだと思うんだけど、こういうとこはやっぱ2階のとことここと、まあ安い理由ですよね。であとこれよ、床がギシギシ、階段がちょっと何個かあるのねうち、でそのやっぱ降りるところがさキュッてなるみたいで体重がかかるみたいで、古民家あるあるやろな。多分そのシロアリというよりかは支えてる木の部分が土どんどん掘っ
っていって塚塚が埋まっていってんのか、硬い木じゃないやんか、床材が。だから割れちゃうっていうあるあるなんやと思うこれは。でもこんなガムテープで貼れるわけないじゃんね。寒かったんじゃない？そうか、隙間をね、うん塞いでんのかな。でここが綺麗になりましたね。頭悪いの。そう。ランドリールームにしようかって言ってるとこんなころが広かったんだよここ、やばかったじゃん。一番さ、もうさ足の踏み場もなかったけどサービスルーム、あっちにあった洗濯機を今後あそこに持ってきて、完全なるランドリールームにしようと思ってます、いいくない？いいと思う。いいよね。電気とかもね掃除してそのまま使ってんだよね。結構可愛いやつは。可愛いよな。でこっち行ったっけ前。うんでこの部屋はゴミ分別場になってるんだけど結構使えそうなものとかあってそういうのも取っといてます。鉄とか売りに行けるから昔動画でやったんだけど結構いいお金になるから。そう配線系も結構銅やからそうお金になんねんそうな。配線はだから全部切っておいてます。だから皆さんもそのまま捨てない方がいいよ。大量にあるんや。大量にあるんやったら、ちょっとじゃお金になんないけど。でここを半分土間にして玄関にしたいねんな。そうなんだよね。ここに扉があるんだよ。だから外からのそれやりたい、はい、でこっち店舗になってて、でここは一応区切ってお客さんもくつろげるようなスペースにしたいねんな。みんなの部屋って呼んでんですけどまだちょっと物がありますがここもかなり片付いた。なくなったからね全部布団とか、押し入れに洋服がすごかったです、はい、でもう映ってますけどもうまさかのですよね。そうよ。ちょっと、やばいポイント。ギャルやと思ったらヤンキーのギャル。いやもうその暴走族とギャルが混在しとった時代やんな。そう私はもう大体どういう人物が住んでたのか分かってるから、なるほど。写真とか、はいはいあと手紙とかポエムとか出てくるんですよ、若かった頃の彼氏に宛てたポエムみたいな、どうしてあの人はあそこに行ってしまうんだろうみたいな題を読んで、だからこっちは多分お姉ちゃんの方のお姉ちゃんがヤンキーギャル、妹がブラジャーの方のギャル、多分今45歳ぐらいの人かな、普通にそのまま多分この同一人物その時代で皆さんお察しください。あと面白かったのは、もう紙がさ、お店やってたからさ、契約書とかさ、お金借りた資料とかさ死ぬほど出てきたのよ、で一枚一枚見て分別していったんだけど、ありがたいなと思ったのはこの家をどう直していったかとかっていう資料が見積もりとか、あとその昔の家の外観の写真とかあるから、あ構造的にここはこういう風になってんだなみたいな、新しくなったのはここなんだなとか、天井裏の消毒とか、平成27、8年に綺麗にしましたよみたいな記録とか、写真付きで出てきて安心やんな。そうそう、だからその情報があったのはすごい残地物あってありがとうみたいな、であとさ小銭をね、その辺のカバンとかに入れっぱなしにするタイプの住人たちなの、でもすごいの小銭の量が。だからこれもいくらぐらいあったのかちょっとサブチャンネルの方で今度やろうかなと、数えるやつをやろうかなと思って。すごいなここのコーナー、情報量多いな。そう宝石とかもあるんだよ、ほらここに一応その残地物の使えそうなものを集めてみた。食器もほぼ捨てたけどでも使えそうなものもあったかなみたいな。あと洋服売れるものは売らしてもらおうと、着れるものは着ようと、なんか着れるものは着るんや。で下着出てきたじゃんか、ああれからすごい量出てきて、ほんの一袋になりました。それは水着かな。あ水着ね、衣装ね。そうそう衣装とかね、こういうコスプレコスプレとか、だから女子がいたなという髪巻くやつとかめちゃくちゃ出てきてるし、使えるものは使うし売るものは売るしみたいな、賢くやりたいなって思ってます。はい、2階か。そうだったっけ、でも玄関もね、玄関も広くない？何あのめくれ。下駄箱を外したらめくれとったけど、あんなんもうすぐ治る。きれい、広い。2階です。だいぶ片付けたよな。だいぶ片付けた。物をみんな捨てた、いや本当にやばかった。ここがさ信じられないぐらい奥まで続いてて、奥の奥までぎゅうぎゅうに布団入ってて、布団全部で300枚200枚だか。あれは虫じゃなくてそば粉ね、枕の。そうそう、枕のやつが破れたりとか、本当に泣きたかった。何度も泣きたくなった。でもさ、ブリキで施工してるからカビとかなくてすごいいいよな。確かになんかそうなんだよ。それがすごいいいから。いいよな。だだからから湿気とか全然ない。匂いもないし、もともとちゃんとお金かけて作ってる感じがして、それはありがたいよね。可愛いしな、なんか壁。確かに。そのまま。ですね。で、なんかこっちも別にすぐ生活できそうな感じなんだよね。壁というかぐらいは新しくやり替えたいけどね。ここでうちらは生きようと思ってるんで、でも使えそうなものとか結構あって取っといてんだけど。ラック系ね。こういうのが。で、ここもすごかったけど、ギャルのものがさ、片付けて全部下ろして、ここな、天井な、ここだけね、まあすぐ直るっしょ。直したいよね。
トイレも綺麗にしたし、はい w i f i も引いたし、仕事してるんでここで、でここのひさしを一回ぶっ壊しました。そうそうで床を全部 FRP にやるためにちょっと掃除して、うちら的には単管でひさしを作り直したくて、もっとこっちまで、でなんか快適に朝ごはん食べたりとかできるようにしたい。今日とかめっちゃいいじゃん。な景色超いいじゃん。これ案外広いねんな。最なんか映像やったらそんなにあ、そうね。なんかあれやけど、こうやったら広く見えるのかな。何本ぐらいある？123 4分ぐらいあるね。広いんです、いいよね。ここマジで気に入ってる。いいよね。全部単管で屋根を作って床を直すと。そう思ってるんです。じゃあ、水着ギャルの部屋の方行くか。でうちらは、さっきの2階で生活する予定で、こっちは民泊にしたいんだけど、でもやっぱこっちが今快適なんで、ひとまずこっちで暮らしています、はい、ここで寝てる、ね、でもう別に入らないのね。入る、別に紹介するものもないんだよね、6畳ぐらいか、こっちがケンちゃんでこっちが私いやそれは別に説明するでここにエアコンがついててそう言ってたけど、こいつにすごい助けられたよね夏、だからやっぱり冷房と暖房が機能するかっていうことはすごい大事なんだろうなと思う。前の家1年なんもなかったからな、そうだよね。よく耐えたよね。でここが仕事部屋、うちら映像作る仕事してるんで、ここでこの間ねドラマとか、テレビドラマとかやらせてもらったりとかして、現在放送中の今日からヒットマン相葉さん主演、もう終わっちゃう。あ、そうなんないか、もうちょっとまだ半分ぐらいありますね、とかね、ここで編集してます、で雨どいか。あ、そう雨どいがさ、この建物は全然雨どい丈夫なの、新しいからさ、びっくともしてないの、でもここから見える一番古い、古民家ですよね、この建物は雨どい水で爆発してて、でグツグツなって下が水たまりできんねんな、雨なったら。そうだから早めに雨どい復旧したいけど、そうでもまだそこまで行けてないという。ここも綺麗にしてなんかコーヒーとか飲めるスペースにできそうだね。そうここはだからお客さんが楽しむスペースで、2階のベランダはうちらが楽しむスペースみたいなイメージでいるんだけど、こうどうにかしたいね、ここは雨どい早くやらないとどんどん掘れてきちゃうんじゃないの下が、もうだいぶ掘れてるやろ。だいぶ掘れてるかな、でトイレもやっぱり綺麗になってって、サンポールさんのおかげでね、でここはお客さん用のキッチンと洗面にするんだけど、今は我々が使っててすごい快適です。ここね素晴らしいです。で、水着ギャルの部屋はここ最初怖かったんな。あ、そうなんだよ。さあっちで寝てるじゃん、で夜寝る時に、こっから声がすんのな。そうなんて言ったずーっと友達でいようね、うわ怖い、ずーっと友達でいようねってずっと言ってんの。これからもずーっと友達でいようね。聞こえない時は聞こえないの、でも真夜中にずーっと友達でいようねって言ってきて、であっちの部屋で日本人形なんだけど、私それかなと思って。怖かったよな。これからもずーっと友達でいようね。めっちゃ怖くて、それをもう散々何日も何日も頭おかしくなりながら、何の声だ何の声だって探したら、なんか変な袋の、これからもずーっと友達でいようね。これからもずーっと友達でいようね。プレゼント入れる袋なんだけど、それを多分プレゼント開けると声がするみたいな、友達でいいよねっていう可愛い文房具でした。怖かったマジで。家が片付いてたらそんなことないじゃん、だからゴミ屋敷だからマジでそんなの見つけ出すの至難の技じゃん。結構眠れなくて、皆さん笑い事じゃなく結構眠れなくて、結構ビビったもんな、最初の方とかそうなんか喋ってるとか言って、そうで安眠してても起きちゃうんだよねその声で、だから何日もそれで苦しまされて。どんなタイミングでなってんねんな。ここに入ってたんだわ、ここに。へえ。で怖すぎた。で今はうちら、ここもお客さんの部屋にするんですけど、うちらの準備部屋みたいな感じになってて、機材置いたりね、服置いたりしてます。ここも綺麗だったよね、すごい。いやもうほんま綺麗よ。だからもうすぐにでも使えそうなんだけど、やっぱこっちの建物は、離れは最高。で、一番うちの部屋、仏壇の部屋、あ、日本人形を見せなきゃ。すごい生き方するじゃん。せっかくなのに。ここの庭も良かったよね。ここの庭いいよね。まだ手入れしてないけどすっごい癒されてる。良き。で奥の部屋
はもうすごい衣装部屋なんだけど、うんうん、まだ仏壇ございます。まだございます、はい、もうこれも売れると思いますね、私あいつが喋ってると思ったの。ずっと友達でいようってうちらに喋りかけてたと思う、ね、いろんなの想像してね。そういろんなのが複合的に合わさって怖かった。ここも天井高くていいよね。いい。早くお客さんを止めたい。はい、綺麗な庭も見れるし。そうなんですよ。絶対いいと思うんだよね、こんな感じ、じゃあ店舗行こう。店舗あのものたちが全部2階に移ると。でこの秘密の階段を上がって、ここです。お気に入りスペースで、ここでとりあえず洗濯物干してる、でここもすごかったじゃないですか、ベッドとかさ、ソファーとかあってさ、多分ね、シアタールーム的な、家主の趣味の部屋みたいな感じだったと思うんだけど、お酒もいっぱいあって、見てそこのコーヒーのジャマイカンブレンドコーヒー。かわいいね。これあったかくするやつやろうな。そうそう、多分店の中で使ってたんだと思うんだけど、レトロで可愛い。そうそう、なんかレトロで可愛い感じのものは残していて、あとはもう全部捨てました、粗大ゴミ多かったよね。軽トラで10往復ぐらいして捨てに行きました、もらい物のさ食器みたいなのが死ぬほどあって、でなんか未開封のやつ、未使用のやつは売れるのよ、安く。でも、なるほどね。そうだからまとめて売りに行って、まあダメなものはダメで持って帰ってこようかなとか思って。ここも布団がカビとかもなくぎゅうぎゅうで、そう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 、それ大事だよね。カビ生えてないっていうのはね、やっぱ木もな、健康な状態やから、ここも布団座布団すごい多かったよね。ここやばかったよね。でも綺麗にして、ここはかなり片付いて、倉庫的な感じで使っています。キャンプ用品、トイレ用品、ずっとやってきてるトイレが、避難するときはここやな、俺ら。そうそう、こっちも棚があんねんな。ほんとね、綺麗だよね、作りがね。そうそう、まあこっからねちょっと破れて上の鉄骨が見れんねんけど、すごい全然健康な状態というか。そうなんだ。なんか錆びてとかないから。なんかいい買い物したかもね。しんどかったけどね、いろいろ。いやね、しんどいといえばさ、ネズミがいて、もちろん新しい方とかには全然出てないんだけど、こっちの方にネズミさんの骨1体、ミイラ2体。やっぱり食材とか置いとったらあかんよな、倉庫に。そうそう、でも米屋さんだもんね。ああ、そうか。しょうがないよね。米食うんか。いやでもなんか醤油とかもあったやん。だからネズミの好きなものがいっぱいあったみたいで、ミイラ1匹は電線に絡まって死んでて、挟まったんやろな、走ってる時に死んでて、で1匹ははかりのお皿みたいなのがこう上下するじゃんか、こう乗せるともの、でそれ物別に乗ってないんだけど、そのはかりのこの上下の皿にこう首こういってこのまま死んでて、ファイナルデッドコースターの死に方やん。全員アホやな。しかもちょっと笑っちゃったもんね。とどめ刺されてないからミイラなってんねんもんな。めっちゃおもろいよな。そうだね。抜け出せなくて死ぬパターンってもそうそうそう、だから切ないわ。環境が良い中、亡くなったまま風化していったっていう、そう切なさがありましたね。でここね、ここも物まだあるんですけど、我が家のバイクちゃんたちを置いたりして、かっこいい。いいよね。だいぶ片付いたよ、ここも。こういうでかいものをさ、ちゃんと鍵してしまっておけるっていう、今まで野ざらしだったじゃん、ちょっと感動している。やっぱ塩害すごくて、前の家やったらバイク錆びていっとったからさ、むっちゃ悲しくてさ、でも洗ってやっぱこうやって置いとったら全然大丈夫やから。そうだね。ここもさ、まあちょっとまだ埃っぽいけど、空気入れ替えて冬でも作業できるし、なんかいいところ買ったなって感じ。満足。ここもだいぶ片付けたよ。もう天井から何から埃掃除して、もうピカピカ。もうここは作業部屋とスタジオみたいな感じにしたいなって。嬉しすぎる。なんか治ってるじゃん、電気。来て取ったんで一応工事しといたんですけど、免許持ってるんで。よかったね、免許うちら取って。でもその付け方的にさ、一応カップつけてるけどあれで合ってんのか分からへんから。あんまり見ないでください。我が家なんで。そう、我が家なんで。失格とか言わないでください。我が家なんでね。我が家なんで。多分あれカップをね、上向きにしなあかんねやろな。あれやったら埃が入る。じゃあもう言われるやん、確定やん。段ボールがさすごくてさ、これもこうリサイクル屋さんに出しに行ったりとかしてんだけど、あとちょっとやな。もう気がめいるわ。店舗です。
はい、ここも片付けたんですけど粗大ゴミ集積所になったんで、一旦ここにゴミ集めるみたいなね。そうだから片付いてない感じに見えるけど、めっちゃ頑張って片付けた、でなんか結構昭和レトロなものが多くてさ、それもなんか売ったらお金になるかなとか思って、売れたらね、メルカリで見たけど売れそうなものあって、言うてもさ数万円とかにはならないかもしれないけどさ、ちょっとでも足しになったらいいかなとか。ロッテのアイスクリームのやつとかもなあれは無理か。どうやろなあれ、ワールドカップの小銭入れみたいノベルティジュース買ったらこれもらえますよとか、1箱買ったらもらえますよみたいなのが結構あるんだよね、な、そのコカ・コーラのステッカーみたいなのもさ、あ、そうそう、こういうのもね、モーニング娘。の一番うちらが好きだった時の世代やなそうそう、なんか面白いもの取っといてんだけど、あのポスター今気づいてんけどさ、大百生命1970年って書いてある。すごいね、だいぶ古いやん。あそこにタンスがあったんで、そうそうそう、剥がれてなかったよな、だから1970年何大百生命って、大百生命しか知らないんだけど逆、未来みたいな話、うん、こうね、上ね、ベランダのこうね、上見るからにやばいじゃないですか、でも本当に雨の日ポトン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 がすごいんで、見事にね、雨漏りしてないこっち側は木の基礎なんですけど、やっぱ雨漏りしてるところは鉄骨で、ベランダの部分増築したんやろな、メンテナンスしてないからこういうことなんやろな。近所の人がさ、ここが雨漏りしちゃってどうしようって、ここの住人の人は悩んでたのよ昔みたいな。ベランダ直したらええだけやん。いやそうやろうなってでも地元のたばり場みたいなのとったらしいな、ここそうそうそう、憩いの場みたいなのとって。そうそう、商店としてね、だからなんか復活させたいよね、で俺ちょっとエアコンの勉強してんけど、この排水意味ないからと思って、こあー、上通ってるう排水管、いや排水なんだ。そうドレーンやねんか。いやどういう付け方みたいな、こんなん排水されへんよ、こんなん流れていかへんやろっていうね、ちょっとようわからんけどさ、なんかちょっとじゃあ適当にされてたところがあったんかねなんでうちらが復活させようと思います。いやいけますみたいな人おるんかもしれんけどさ、でもこの棚のさやつとかも使えるよな。店舗だからね、やっぱ店舗として使いたいな。でも無理やな今はな。絶対無理やな。だからまずはうちらが生きることを考える。はい、いやだいぶ片付けた。こんな感じ、すげえ痩せたよね。痩せた。4ヶ月で5キロ痩せました。すごいいい運動になって、まあリハビリとって太ったんでね。そうそう、ありがたやです、楽しいよね、しんどいけどね。はい、一周してきました。4ヶ月後の住んでみてやばかったこと、住めるかみたいなところ、そして嬉しかったこと、こんな感じになります。ぜひね、中古物件を残地物ありで買ったりする方は参考にしてみてください。そうですね、こういうことがあります。こういうところを見ればいいですよというのをね、片付けがある程度終わってきたんで、ここからどんどんリペアに入っていきたいと思いますんで、ぜひそっちの動画も見てください。よろしくお願いします。以上です。ありがとう。